皆さんこんにちは、いちかスタイルです。こんにちは。以前買ってよかったキャンプギア10選をお送りしたんですが、今日は買ったんですけど使わなくなってしまったキャンプギアをお送りしたいと思います。ということで、まず順位とかはね、ないので、適当に紹介していきます。はい、これか。はい、まずイグルーのクーラーボックスです。はい、こちらはですね、57リットルあります。大きいね。はい、これ57リットルあるので、後ろにねタイヤがついて、で取っ手があるので、中に重たいペットボトルとかいろんな食材をね満タンに入れて、車でね引いて運べるようにと思って買ったんですけども、まずこの容量いらなかったです。そうだよね。2人にはいらなかったね。2人にはいらなかったですね。ここにね、コップとか置けるようになってて、とてもね使い勝手が良さそうなんですよね。テーブルにもなって。イグルーってアメリカのブランドなんだよね。そうだね。使ったのって2回ぐらいかな。最初の2回ぐらいか。食材をねたくさん持っていくキャンプだったら、とても重宝していたかもしれないんですけど、私たちはもう例えば野菜とかもね使う分だけしか持っていかないし、飲み物もねそんなに大量に持っていかなかったし、でしかも私お水は常温で飲む人なので入れる必要なかったし、この中ってかなりスカスカ状態だったんですよ。なので中にね隙間が空いていると冷蔵効果が下がるじゃないですか。保冷効果が下がるので、数時間経ったらもう常温に近かったよね。一応冷たかったけど、でもちょっと不安が残るような保冷効果だったよね。真夏だったしね。あ、確かに、そうだね。それはしょうがないね。真夏だからしょうがないよね。保冷を保つための厚さがそんなに厚くはないんですよ。そこまで厚くはないね。イエティとかに比べたらね。5センチもないかな。5センチもないかも。割と薄いんだよね。薄い。中には排水の線がついてて、本当に使い勝手はねいいんですよね。車もついてて、そう持ち運びがとても楽だし、ここもね平らなのね、物も置けるし、座れるよね。そう座れる。ただもう容量がでかいっていうだけで使わなくなってしまいました。よく軽自動車に乗ってたね。本当よ。もう一つねサイズが小さかったら、例えば30リットルぐらいだったら、もしかしたらめちゃめちゃ使ってたかもしれないね。そうだね。2人だったらもう30リットルぐらいでいいかもね。1泊2日だったら。これね使えないって言ってるわけではなくて、私たちのキャンプスタイル、ましてや2人のキャンプスタイルの中では不要なものだったっていうだけの話で、ファミリーでたくさん食材を持って行って、でお子さんとかねたくさんいて、例えばジュースとかいっぱい入れるようなご家庭ではとても重宝するのではないかなと思います。で、夏のキャンプで2回ぐらい使って、でもう秋に入るじゃないですか。秋になったらそんなに保冷に神経質にならずに済むじゃないですか。なのでコールマンのソフトクーラー、小さめのねソフトクーラーでもう十分になってしまって、これがお蔵入りになりました。お疲れ様でした。はい。ご隠居です。いつか使うでしょ。使うかな。だって冷蔵庫を持ってるじゃない。冷蔵庫買っちゃったしね。ますます出番がなくなった。そう、どなたかに譲った方がいいかも。イグルありがとう。2回しか接触してないけど。家で使うか。何入れる？イグルのハードクーラーボックスでした。はい。はい。続きましてこちら、ウォータータンクです。こちらは20リットルあります。これもねキャンプを始める前に買ったので、どのくらいお水を使うのかっていうのも分かってなかったんですよ。で例えば炊事場まで遠かったらお水をねたくさん使うよねと思って買ったんですけど、いざキャンプを始めてみたら
炊事場に近いところにね、サイトを取ったりとかして、結局炊事場の方に頻繁に行くようなスタイルになってしまってて、使うようになったのは100均の折りたたみのウォータータンクです。このサイズになるので、まあ便利よね。ね、デュオだったらそれで十分でした。十分。はい、現地でお野菜をちょこっと洗ったりとか、あとまあシェラカップの汚れをちょっとゆすいだりとか、その程度だったね。飲み水はね、ペットボトルの水使うし、本当にこのぐらいの容量で十分だったので、この子も退役となりました。これも使ったのって2回ぐらい。イグルーと同じぐらい。このワンセット。色似てるな。色がね、好みでね、なぜかね、キャンプ始める前やけにカーキばっか揃えてたよね。車の色もカーキだったからかな。なんか固定観念が妙にカーキに縛られてたところがあったね。これもね、10リットルだったらね、とっても使えてたんですよ。口もね、とっても広いのでお水もね入れやすいんですよ。でなおかつこのね、蛇口のところもね取り外しができるので、まあ洗えるじゃないですか。でそしてね、この蛇口も水漏れすることもなく、しっかりちゃんとね弁がね閉まってくれてるので、本当は使えるんですよ。これが10リットルだったらなーってすごい思いました。10リットルもあってどっちにするか迷って、キャンプスタイルも何もわからなかったから20リットル買っちゃったっていうだけの話なんですけど、選択ミスですね。イグルーも30リットルにするかどうするかって迷ってたんですよ、本当は。大は小を兼ねるでね、結局大きい方を選んでしまったんですが、大は小を兼ねなかったです。兼ねなかったね。はい、なので20リットルのウォータータンクでした。頑張ったね。頑張ってないね、全然。そういえば頑張ってなかった。2回しか頑張ってない。2回しか頑張ってない。またいつか。ないか。車中泊とかするようになったら使うかな。非常用に使えるじゃん。災害とかのさ。そうだわ。ごめん、まだまだ使えると思う君。ごめんね。はい、ウォータータンクでした。はい、続きまして。夏用シュラフです。でん。これ1枚ずつ、1人1枚ずつなんですけど、これ夏用の封筒型のシュラフなんですけど、汗かいてくると肌に触れた時にちょっと不快感をね覚えるんですよね。で夏なのでこんなに分厚いのいらなかったんですよ。そうです。はい。この間のその夏対策の方でお話ししたんですけど、冷感マットと肌掛け、ちょっとしたタオルケットで十分だったので、ましてやここ宮崎なので夏にシュラフはいらないね。本当よ、いらなかったね。いろんな YouTube とか見て、で夏も割と冷えるっていう話を聞いてたじゃないですか。そうだね、場所によってはね。でも宮崎ってそうそうなくって、例えば高千穂の1200とか高いところに行ったら話は別だけど、夏ですからね、言うても。だから肌掛けでも案外大丈夫なんだよね。タオルケットとかで十分なんだよね。立地の問題もかなり左右されますね。まあね、使えるところもあると思うんですよね。これね、とっても安かったんですよ。やっぱホームセンターか。ナフコです。ナフコで買ったんですけど、これもね、キャンプを始める前に必要だよねと思って買ったやつなんです。だけど夏はシュラフいらなかったです。いやー、これね、それだけじゃなくて、実はね、そのファスナーをこうジーって上げるとこあるじゃないですか。ファスナーを上げ切ったところにマジックテープがついてるんですよ。ファスナーが開かないように。そのマジックテープが開いた後、どこにもこう止めておくところがないんですよ。なのでマジックテープのガサガサの部分が開いた状態なので、洋服に引っかかるんですよ。なるほど。オスだかメスだかどっちだかわかんないんですけど、繊維に引っかかって、繊維がねボロボロになっちゃうんですよ。それが私の中ではイライラポイントだったんですよ。そういうことがあったんだね。そうだ。それは使わなくなるね。はい。でもね、そのマジックテープのところをね切っちゃおうかなって思ったぐらいです。この間の動画でも言ったんですけど、
肌触りをとても重視するっていうことをちょっと分かってしまって、なのでこれが圧倒的に不快、そうだね、ということで、夏はいらないねっていうことよりも、肌触りが悪いのと、さっきのイライラポイントが合わさって体液となりました。使うことあるんでしょうか？ないです。ないか。それ広がるんだっけ？広がるとは？チャック全開にしてさ、一枚になるんだけど、さっきも言った通りマジックテープが開いた状態になるので、切っちゃえば使えるよ。切っちゃおうか。けど使うかどうかわからない。次は南画を買いましょう。南画ね。南画の封筒型ってあるのかしら？あるよ。あるの？多分。私マミー型の足つぼまってるのが苦手で、これもそうだね、この間行ったんですけど、足ガババの人なの。足ガバガバスタイルだからね。そう、私足ガバガバスタイルの人なので、すごい語弊があるけど、なので、はい、夏用のシュラフでした。はい、続きまして、アルミのテーブルです。もう出ちゃってるね。壊れました。4つある足のうちの1本が折れてます。これテーブルですかね？一応テーブルなんですけど、物置としても使えるんですが、そんなに重いものが乗せられないんですよ。じゃあダメね。多分うち重いものを乗せちゃって、トランクカーゴ置いてたし、ちょっとねずらしたりとかしてたら、あっという間にここがねバカになったんですよ。で割れたのかな？1本折れて。そうなんだね。これ地べたスタイルのソロキャンプ向けだなって後から気づきました。重さにね耐えられないのと、ちょっとずらした時の足の強度がやっぱりないので、割れた瞬間にあれって思ったんだよね。これってみたいな、このテーブルってみたいな。こんな簡単に壊れちゃうのみたいな。使い方もね、もしかしたら雑だったのかもしれない。そうだね。重いものをちょっと乗せちゃったかもしれない。で結局ねフィールドラック、フィールドラック買っちゃったんで、そうフィールドラックに変えて事なき得ました。はい、アルミテーブルでした。はい、続きまして、今座っているベンチシートです。2つ折りで簡単にできるタイプなので、使えると思って購入しました。これはねトライアルっていうスーパーで買いました。2000円ぐらいで。すごい椅子を買う前だったんですよ。なので椅子2つ2角を買わずに、このベンチシート1つで賄えるよねと思って買いました。だけどいざキャンプを始めてみたら、真夏キャンプがスタートだったので、まずもうここで2人で座ってたら暑くて密着状態だったんですよ。どんだけ仲のいいカップルだよっていう感じだよね。なんか暑くないみたいな。サイト広いのに、なんで2人でこんなに密着して座ってんのってなったんだよね。ベンチシートであるんだけど、やっぱり2人はちょっときついよね。なので1回目のキャンプの時だけはとりあえず2人で座ったんですよ。そもそも椅子を買ってなかったので、これに座らざるを得なくて1回使いました。でどうにもこうにもちょっと耐えられなくて、椅子欲しいってなって、それで過ごし室を買いました。ただせっかくこれ買ったからには使わないとねと思って一応持ってったんですよ。でもトランクカーゴとか物置になりました。本来の用途ではない使い方をしてたんですよね。なのでこれって物置として使うにはでかすぎないってなって、物置にしては大きすぎるよね。そのうちフィールドラック買っちゃったんで、ますます出番がなくなって、家で使ってたよね。なんかそうこれもね使いようによっちゃ使えるアイテムだとは思いますけども、やっぱりでかすぎるので、車がね当時軽だったので、ちょっと場所取るので、これもやっぱりお蔵入りになりました。はい、ベンチシートでした。はい、続きましてこちらです。キャプテンスタッグのペグなんですけども、スチールでこの引っかかりの部分がプラスチックなんですよ。何が使いにくいかって、このプラスチックの部分がここに
はまってるだけなので、ハンマーで打ってるとこれがどんどん下がってきて、いつの間にかこの辺になってたりするんですよ。でペグを抜く時に、これがプラスチックなのでしなるんですよ、引っこ抜く時に。これが不安だったんだよね、割れそうで。何本か割れたはず、確か。あ、そうなの？抜く時、あ、すでにこれほら、見て、下がってるの、こうやって下がっちゃうので、どうなのかな、こういうのって。非常に使いにくいペグでした。長さ的にはね問題ないとは思うんですけど、ただこのプラスチックがね、使いにくかったですね。20本ぐらい買ったんですよこれ。何買ったらいいかわからなくて。でいろいろそのキャンプギアを揃えてる中で、キャプテンスタックっていう名前だけはとりあえず覚えたんですよ。一番最初に覚えたブランドかも。キャプテンスタックならじゃあ一緒にこれも揃えちゃおうかってなって買ったんですけど、いざ使ってみたら使いにくかったので、代わりに買ったものがスノーピークの単造ペグ。それはいいね。で30センチあるんですよね。ということはこれ20センチかな、25センチぐらいか。一つになってるじゃないですか。これがいいですよね。こちら分割されてますもんね。そして素材も違う。プラスチックでただはめてるだけだからさ、そうなるよねって感じ。大きな違いでありますよね、もうこの時点でね。台風前日の暴風キャンプの時にロープが切れたり、ペグが簡単に引っこ抜けたりとかする大事件が起きたので、ペグはしっかりとしたもの、そしてロープも頑丈なものにしなければいけないということをとても学びました。はい、ということでお蔵入りです。鹿番長お蔵入りでした。はい、ご苦労様でした。はい、ということでキャプテンスタックのペグでした。はい、続きましてハンマーです。これもねホームセンターで買いました。ナフコで買いました。で何を買ったらいいのかわからないから、とりあえず安価なものを買いました。これもね使ってみて初めて分かったんですけど、この打ち付けるところが小さいんですよ。でましてやこのペグも正確に的を当てないとプラスチックに当たって結局下がってしまったり割れてしまったりするので、正確にヒットしないとダメだったんですよね。でペグって押さえて打ったりする時あるじゃないですか。親指打つんですよ、私。バカだから。なので、ここ最近なんですけど、こちらの夜ごとのハンマーを買いました。これ見た目もね可愛いんですけど、木の部分があって、何よりも打ち付けるところのサイズが圧倒的に違うんですよ。そしてこれも実は安価だったんですよ。で、ペグを引っこ抜くところのもここについてるんですよね。でこちらは逆さにしないといけなくて、何が怖いって握ってるじゃないですか。これ何ですか？それなんだろうね。ヘラみたいなやつ。何に使うのか結局わからなかったです。これが腕に当たるんですよ。確かに。これもイライラポイントです。私の中で。で、なんでここにつけてくれなかったんだって、こっちについてんだって。そうだよね、そもそもね。まあなんかの目的があるんだろうけどね。と思う。穴掘ったりとか。あ、スコップかな。なんかそんな感じはするよね。あ、こう掘るんだろうね、きっとね。掘ってなんか金銀財宝を掘り当てるとか。埋蔵金か。まあいろいろ用途を考えてみたものの結局わからぬ通じまいなので、これもお蔵入りです。打ち付ける部分が大きいのと、この適度な重さと、そして使いやすさで圧倒的にもうこれ一択になりました。でこれがお蔵入りになりました。大益です。ということで安価なよくわからないハンマーです。はい、続きましてこちらです。これナイフではなくてノコギリです。これ実はナイフと間違えて夫氏が買ったものなんですが、家に持って帰ってきて封開けてみたら
はい、なんとノコギリでした。ノコギリでした。はい。てっきりバトニング用のねナイフを買ったつもりだったんですが、いざ帰って開けてみて刃を見たらギザギザついててなんじゃこりゃってなってうち木切らないからさ、ましてやねバトニングも1回しかしてないからしたかな。1回やったような気がする。記憶にないです。家でやったかな。家で試しに。ああ、そうかそうか。キャンプでは使ってないです。ということでね、ノコギリ。ノコギリ一回も使わないまま家にありますけど、もうどうしたらいいのって思ってます。何切りましょう。何も切りましょう。キュウリでも切る。キュウリギザギザになっちゃう。調理用に。無残な姿になって。キュウリは切らないでください。代わりに何だったらいいんだ。野菜はやめときます。そうだね。はい。でもコンパクトになっていいね。かっこいいんだよね。かっこいいよね、確かに。かっこよくてなんか男心をくすぐるんだけどさ。ね、男心をくすぐるだけで本来の使い道が木を切らないキャンパーだから。もうただのコレクションになってる。ということでノコギリです。はい。はい。続きまして、先ほどもお話に出てきたナイフです。はい。こちらは、スイステックという、私は知らないんですけども、そこそこ有名なメーカーらしいですね。アマゾンで買いました。何せキャンプでバトニングなんかしないので、焚き火もねここ最近あんまりやらないんですが、夏ですしね。そうそうそう、暑くなるとね焚き火しなくなっちゃうし。これねでもかっこいいですよね。見た目かっこいいんだよ。そしてこの刃がここまでちゃんと入ってるんですよ。フルタングっていうやつね。なので折れる心配がないんですよね。性能としてはとてもいいし、信用度の高いメーカーだと思うので、使うならばとても重宝するナイフだと思うんですけど、薪を切らないので。もう買ったままの薪をそのまま焚き火にしちゃうからさ、使わないんだよね。そうなんですよ。もう割らなくても燃えるじゃんみたいな。そういう結論にたどり着きました。面倒くさいことしなくても燃えるじゃんみたいなね。その時間がもったいない。そうそう、それです。バトニングとか薪割りとかのそういう時間が私たちにとっては不要だったみたいです。その時間でビール飲みたいです。確かに、はい、キャンプって本当に様々だね。まあそれぞれスタイルがあると思うので、でもね、いつかはやりたいねとは思っているんだよね。そうだね、余裕があればというかね。まあこれもね、焚き火に対しての価値観が変わったらもしかしたらやるかもしれないです。はい、今のところ焚き火以外のキャンプに対して重きを置いているので、今のところこのスタイルが変わらなければこの子も出番がない。まあキュウリでも切りましょう。またキュウリ。まあでもこれはね刃がね滑らかなのでしっかり切れるとは思うんですけどね。オーバースピックすぎる。はい、ということでスイステックのナイフでした。続きましてコーヒーミルとフィルターですね。でこれ実は数回使ったんですけど、1杯分用のドリップを使うにあたってこれ全く使わなくなりました。もうすでにフニフニしてるんだけど、こうバネ状態なのでフィルターを入れた時にこうちょっとこうに触れたりとかするんですよ、やかんが。なのでここで漏れたりするんですよ。これがね私の中ではねイライラポイントだったんですよ。イライラポイントちょっと多いんですけど、あとこれが安定しないので、マグカップの上で結構グラグラしちゃってて、不安定だったので、これも私の中では地味にイライラポイントでした。で一番のイライラポイントがいっぱいありますね。一番のイライラポイントがこれなんですけど、使い方が合ってるのかよくわからないんですけど、豆を入れるところがこんなに小さいんですよ。蓋が開かないんだよね。いや力ずくで開けようと思ったんだけど開かなくて、その小さい穴から豆を入れるしかなくて、面倒くさいなと思っても使わなくなったんですが。でね、このねレバーも2段階式なんですよね、コンパクトになるように。でもこれも回してる間に
これが戻るんですよ。カクってなる。これが私の中でもまたイライラポイントなんですよ。ここの口が小さくて豆がボロボロこぼれる、少しずつしか入らないのもイライラポイントで、これも回しにくいのがイライラポイントで、でこれが割と緩いのでカポって抜けて豆がこぼれる散乱するんですよ。これもイライラポイントです。で結局これでええやんってなって、そうだね。ゴミもね捨てるだけでなぜか関西弁だったのこれでええやんってことになりました。続きまして100均のランタン系です。はい、はい、取れちゃったいろいろあるんですけど、まずこれはキャンプを始める前に買いました。で見た目がねプラスチックなんですけど、アウトドアのランタンとしてすぐに使えるかなと思って買いました。で電池です。でこれは早々に使えなくなりました。100均でもね使えるもの十分たくさんあるんですけども、これはやっぱり電池のこの接触が悪くてすぐにつかなくなりました。新しい電池を入れ替えてもつかなくなったので、そのうち捨てると思います。はい、で次なんですけど、これはソーラーで光るタイプなんですけど、なんか可愛かったので綺麗だったので買ってみたんですけど、これもやっぱり接触不良で明かりがついたりつかなかったりするので、これも私たちが外れを引いてしまったのかもしれないんですけど、使えなくなりました。はい、明かりがね全然取れないので、本当に飾りという感じです。でこちらも100均なんですけども、トングです。この握る部分が緩いので、物を挟んだ時にこれがずれるんですよ。こうやって簡単にグニグニ、これが私の中ではイライラポイントです。イライラポイントきました。はい、イライラポイントです。なんか100均であるからこれでいいじゃんって、これでええやんと思ってたよくなかったと。よくなかった。なので地味にこうやってねイライラするとストレスになるので、やはり最終的に買ったのがスノーピークのピッツです。これはね言わずもがなとてもいいです。このね掴むところがね細くなってて、細かいものとかも掴みやすいんですよ。でなおかつこれチタンなのでとても軽いし、でアルミの方がね断然軽いんですよ。軽いんですけど頑丈ですし、やっぱり値段分だけあるね。はい、本当はね欲を言うとねフェデカが欲しかったんです。ですよね。はい。100均の照明と同じで、やっぱりその100均のものはやっぱり100均クオリティだっていうことを、まざまざと実感しました。実感しました。はい。後々結局こういったちゃんとしたものをね、買うんだったら、じゃあもう100均で済ませようって思ってはいけないなって思いました。ということで、100均のトングでした。はい。それでは本日のまとめです。自分たちのキャンプスタイルが確立する前にたくさんいろいろな情報を鵜呑みにしてしまっていろいろ揃えてしまったんですけども、自分たちのスタイルがしっかりと把握する前に揃えてしまったばかりに、結局こうして使わなくなってしまったものも出てきてしまいました。なので自分たちのねキャンプスタイル、あとキャンプに行く頻度、あとこれからもしかしたらキャンプをやらなくなってしまうことかもしれないっていうこともしっかり想定して、物はまず慎重に選んだ方がいいなって思いました。で例えば災害用にね買うもの、ウォータージャグだったりクーラーバッグだったり、災害にとして常にお家に置いておくものに関しては買ってもいいかなと思うんですけども、それ以外のものに関しては例えばレンタルだったり購入するものを最小限に抑えるのがやっぱベストだなと思いました。で私たちいろいろね使うかどうかもわからないのに、なんか他のキャンパーさんたちがやってるので自分たちもしたいっていう願望で買ったものが結構多かったです。はい、これが一番特にですね。はい、なので自分たちのキャンプスタイルが確立した中で使わなくなってしまったものがこうして出てきてしまったのが
自分たちの反省点だなっていうのが見えてきました。はい、それでは、私たちの、買ったはいいけど使わなくなったキャンプギアをご紹介しました。私たちの、過去のキャンプ動画もたくさんありますので、遡って見ていただけると嬉しいです。はい、またチャンネル登録、高評価、コメントいただけると大変嬉しいです。はい、それでは、次の動画でお会いしましょう。いちかスタイルでした。ペコリペコリバイバイ。バイバイ。